皆さんこんばんは、さゆらです。今回は新女神転生5で有料ダウンロードコンテンツである人白と9人の魔人を全てクリアしたので、報酬を含めて紹介していきます。最後の人白を倒すとすごいことになりますので、最後までご視聴ください。このチャンネルは攻略に役に立つ情報を紹介しています。真面目な攻略からグレーな内容まで扱っています。この機会にぜひチャンネル登録をお願いします。終盤まで来てやっと人白のクエストを全てクリアできました。今回は購入を検討している方や攻略中の方に向けてもらえる報酬を紹介していこうと思います。全てに言えますが、基本的にはその悪魔と戦います。倒すと報酬がもらえるっていう感じになります。ストーリーを進めていくと解放されていって、1体倒すとまた次が出るっていう感じで順番に出てくるような感じになっています。最終マップまで行くと全部解放っていう感じになるんですが、1体倒しても次がマップ上に見えないっていう場合は次のマップに出ているっていう風に思った方がいいです。最後の人白に関しては普通には出現しません。人白の出し方については後半で解説しようと思います。それでは順番に紹介していきます。それではまずはマタドール。これは倒すと特殊合体に出てきます。このダウンロードコンテンツでは全て特殊合体の方に追加されるっていう感じですね。合体にはこのような悪魔が必要です。ステータスはこんな感じになっています。続いて大僧正。合体に必要な悪魔はこんな感じです。ステータスはこのような感じになっています。続いてヘルズエンジェル。合体に必要な悪魔はこんな感じです。ステータスはこのような感じです。ここからなんとかライダーっていうライダー系統が続きます。最初はホワイトライダー。合体にはこのような悪魔が必要です。最初に紹介したマタドールが必要になっているのがポイントですね。ステータスはこんな感じになっています。続いてレッドライダー。これもホワイトライダーが必要って感じですね。ステータスはこんな感じです。続いてブラックライダー。これも1個前のレッドライダーが必要です。ステータスはこのような感じになっています。次はペイルライダー。やはり1個前のブラックライダーが必要って感じですね。ステータスはこのような感じになっています。これでライダー系は終わりですね。続いてマザーハーロット。必要な悪魔はこんな感じです。これもやっぱり1個前が必要って感じですね。ステータスはこんな感じになっています。この辺強力ですよね。続いてトランペッター。やはり1個前のマザーハーロットが必要って感じですね。ステータスはこんな感じになっています。これで報酬で仲間になる悪魔の紹介は終わりになります。最後のトランペッター。これが万能属性で強いんですけれども、1個前のマザーハーロットのこっちの方が燃費もいいし混乱もつけられるっていうところで、私はトランペッターよりもマザーハーロットをよく使っていました。どれも特殊合体っていうのもあって強いですよね。それでは今回はここまでになります。肝心の人白を忘れていました。結論から言うと、人白は仲間になりません。タイトルで人白を倒すと最強とか言っていましたが、仲間になるわけではないんです。じゃあ何が最強なのかっていう話なんですが、まずはこれを見てください。何か気づくところないでしょうか？気がつきましたか？それでは答え合わせします。まずはここを見てください。どうですかこれ。やばくないですか？すべてのダメージ無効とすべての状態異常が無効。こういう感じになっています。めちゃくちゃやばいですよね。
簡単に言えばダメージを食らうのは万能属性攻撃と相性無視の攻撃だけです。それ以外はブロックと出て無敵になるんですね。しかもブロックとなると敵の行動回数も減らせるっていうメリットもあります。敵が万能属性もしくは相性無視の技が使えない限りは無敵になるっていう感じのキャラになります。もう一つあります。スキルを見てください。攻撃は似たようなものあると思うんですが、このスキルはやばいです。即死については成功率の問題とかもあると思うのでまだいいとして、相手の行動回数を半分にするって効果がついています。これとんでもない効果ですよね。特に難易度ハードとかだと行動回数もかなり重要な要素だと思うので、半分にできるのは非常に強いと思います。もちろんこの辺の攻撃も強いです。唯一の欠点は MP の消費が激しいっていうところですかね。これは MP 回復のスキルを入れるとかアイテムを使うとか、そういったところで運用すればなんとかなるかなと思います。ここまで説明して、しかも一番上のスキルの名前を見て気づいた方もいるかもしれません。そうです。人白を倒すとうつせみがもらえます。せっかくなのでうつせみの性能も表示しておきます。それ以外のキャラクターはネタバレになるので隠しておきます。耐性が全て無ってなってますね。スキルはこんな感じです。こっから下がナホビの専用っていう感じになっているので、主人公しか使えないって感じですね。これだけは全ての悪魔で使えるって感じです。ハードだとどのくらいになるのかわからないですが、それ以外の難易度だったら主人公一人でどうにでもなるんじゃないっていうレベルですよね。ほぼ全ての攻撃が無効化できて、スキルもめちゃくちゃ強い、そんな感じのうつせみです。肝心の人白ですが、トランペッターを倒しても出てこないっていう方いると思います。私も偶然出てきました。じゃあどうやったら戦えるのかっていうのを紹介していきます。まず条件その1、トランペッターを倒すのが一つの条件です。もう一つの条件があります。悪魔召喚か悪魔合体、このどちらかもしくは両方の回数です。悪魔召喚だけかもしれないですね。具体的な数は数えてないのでわからないんですが、私は図鑑を埋めるために仲間になってない悪魔を合体させまくってました。そんな時に合体させ終わってこの画面に戻ってきた時に、ソピアから条件が整ったので龍脈渡りから混沌の間に行けるようになったと教えてもらいます。急に出てきたんでびっくりしました。これで人白がいるところに行けるようになります。この龍脈渡りで選択をすると一番下にハテナが出てきます。これを選択すると混沌の間に行けるようになると。スタート地点から上の方に行って吹き出しが2つついていますが、ここで戦闘できるって感じです。途中にいくつか宝箱があるだけでギミックもなければ敵もいない完全な一本道です。話しかけると戦闘になって倒すとうつせみがもらえる、そんな感じになります。お金と経験値はめちゃくちゃもらえましたが、うつせみ以外のアイテムっていうのはもらえません。そして何度でも戦えるので、防御相性とスキル用で最低2回戦ってうつせみを取るっていう感じですかね。思考のマダンについては仲間にも継承できるので、これを仲間にも覚えさせたいっていうことであれば仲間分必要って感じですかね。それ以外は全て魔法び専用になっているので覚えることはできないって感じです。せっかくなので人白のステータスを表示しておきます。合わせてですが攻撃パターンもこれから説明していきます。ステータスはオール99、そんな感じでもうまさに最強キャラって感じですね。幸いなことに耐性については無効ではなくて全部耐性がついてるだけっていう感じになっているので、どの攻撃でもダメージは入ります。戦闘始まると常に仲間を呼びます。そして行動回数を減らすこのスキルをバンバン打ってきます。さらに HP を全回復するこのスキルも使ってきます。めちゃくちゃ凶悪です。ある程度で一気に畳み込まないと全回復されて非常に厄介です。人白が呼ぶ仲間の中にギリメカラっていうこういう悪魔を呼ぶんですが、これは物理攻撃反射してきます。強い物理をガンガン打つっていう風にやってるとこいつに跳ね返されて行動回数も減り、
ダメージも暗いっていうことが出てきます。私は物理メインだったのでめちゃくちゃ苦労しました。仲間は常に3体召喚してきて、さらに回復っていうところもあるので、かなり長期戦になると思います。そういう意味でも MP 回復できる手段っていうのは用意していった方がいいですね。私は最初やった時 MP 枯渇しました。持ってるアイテムで回復ってことをやりましたが、2回目以降は MP 回復の手段をしっかり用意して戦うって感じにしました。難易度を下げないとそうそう勝てないと思います。こんな強い人白ですが、頑張って勝てばすごいご褒美が待っています。強さに見合う報酬って感じですかね。これがあれば2周目の周回プレイがすごい快適になると思います。2周目でハード挑戦する方もこれを取ってから挑むといいのかなと思います。ということで皆さんもぜひダウンロードコンテンツ購入して人白倒してみてください。今回は以上になります。感想をコメントで残してくれると嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタン、ベルマークお願いします。私たちもたまに出るので見てください。